はい、こんにちは。MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。耳の妖精ミミです。皆さんお元気？今回は KZ なのよーん。KZ、DeFi ね。イントネーションが DeFi か DeFi かよくわかんないんだけど、ジャックさんどうする？ DeFi で統一しとこうか。OK、じゃあ DeFi で。外観と4つのチューニングスイッチを見たとき、あ、これ、女曜日を社員じゃんって思ったのよ。似てると思わない？社員は KZ の工場で作られてるというコメントを視聴者さんからいただいたこともあったからね。でも結論から言うと外観は似てるけど中身は別物だったよ。DeFi には2つのバージョンがあって、違いはチューニングスイッチの有無。スイッチなしのスタンダードバージョンは波形を見る限りチューナブルバージョンのスイッチがオールオフの状態とほぼ同じようだけど、インピーダンスの値を見ると全く同じではなさそう。価格を見るとありの KZ オフィシャルサイトで上の通り800円ぐらいの差。Amazon だとちょっと割高だったけど400円ぐらいしか差がなかったので、せっかく買うならチューナブルバージョンがいいんじゃないかと思うわ。確かにこのくらいの価格差ならアイもチューナブルバージョンを選びたくなりますね。では冒頭にちょっとお話のあったジョイオーディオ社員との違いが気になるんで、ジャックさんもお話ししていただけますか？はーい、簡単にまとめてみたんで、これを見ながらちょっと補足程度にね。他にもあるかもしれないけど自分で気づいたのは主にこのぐらい。 DeFi は価格が社員の半分程度。さすが KZ って感じなんだけど、下の違いを見ていくとなるほどって思う。まずパッケージを含む付属品系の違いが顕著だね。 KZ はいつものスタイル、いつもの大きさでパッケージングされてる。ケーブルも標準のやつだと思う。音質的にはちょっと物足りないのでリケーブルして視聴した。そして音質面ではドライバー構成の違いで別物だったのねーって思った。デザイン似てるけどセル素材の違いで結構重さに差がある。社員はフェイスプレートのみメタルでセルはレジン。 DeFi はオールメタルで重みを感じたわ。ベントホールの有無で聞いた印象は結構違った。デフォルトの感度も違ってて DeFi の方が鳴らしやすい。チューニングスイッチについては後半で触れてみるよ。サイズ、重さは写真の通りで、片側実測 12.7g は結構重みを感じるわ。アイはこないだ主張してたよね。装着感どうだった？そうね、シワかけたし、装着しちゃえば重みは気にならなかったわね。厚みも一般的なサイズ感なので、装着して気になるようなことはなかったかな。オッケー、ジャックさんからは何かある？ドライバーかな。 10mm デュアルマグネットダイナミックドライバー1機搭載ってとこが社員と一番大きな違いで、音質にも価格にも影響するとこだよね。視聴してみてうまくまとまってるなーって思ったわ。詳細は後半で。今回のサウンドチェックは大変そうですね。スイッチパターン全部聞くんですか？いや、それはちょっと無理なんで、デフォルトと一番効果の大きいパターンで聞いてみるよ。社員は比較しないんですか？デザインが似てるから比較してみただけで、価格帯も違うので今回はパス。ただ波形自体はよく似てたよ。ケーブルもイヤピもバンドルされたものを使用して音収録してる。はい、了解です。ではサウンドチェックです。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。違い、わかりましたか？では、早速波形を見ていきましょう。はい、まずはスイッチ1がオフの8パターンね。なんか2つに分かれていて、100Hz 以下ぐらいから低域がごちゃごちゃしてますね。そう、2本のラインの上の方はスイッチ4でゲインアップしたものね。ああ、それで低域が4パターン ×2 になって、合計8本の線がごちゃってるんですね。はい、ごちゃってます。見ての通り、変化がほぼ低域に集中してるでしょ。次はスイッチ1がオンの8パターン。あれあれ、ジャックさん、何にも変わってないみたいよ。そうだね。並べてみるとこんな感じ。並べて比べてもわかんない。
そうだね。スイッチ1だけで比較するとこんな感じ。ああ、違いがあることはあるんだ。攻撃にもちょっと変化があるのね。聴覚上ほとんどわからなそうなレベルだけど、同音感に D5 を差しっぱなしでスイッチのオンオフしたから測定誤差はほぼないと思う。なので若干の変化があるってことでいいみたい。原因が変わったり別のスイッチを入れたりした場合も動画にしてみたけど、変化のパターンは見ての通り一緒のようだね。そうなんだ。ってことは8パターン ×2 で変化は16パターンあるのね。そうだね。測定上は16パターンってことになるね。なんか歯切れ悪い感じですね。そういうわけじゃないけど、実際変化がよくわかるのは低域の4パターンかなって思ってさ。サウンドチェックではその中で違いの分かりやすいこの2つのパターンの比較をした。そしてその低域も極端な変化という感じではなく、結構実用的な微調整って感じ。期待していたものとはちょっと方向性が違ってたけど、ダイナミックドライバー1機だから調整幅も限定されると思えば納得できる。手頃な価格でチューニングスイッチを試すにはいいかも。社員とはスイッチの数は同じだけど、効果が現れる帯域は全然違って、社員は低、中、高とかなり広範囲にわたって効果が出るけど、1DD プラス 2BA とドライバー構成が違うからね。D5 はゲインを上げなくても音量が取りやすい方だと思うけど、こないだ無線化して外で2時間ぐらい聞いた時はスイッチ4をオンにしてゲインを上げて聞いてた。低域をマックスにしてもバランスが崩れることなく、外で聞く時にはさらにもう少し低域欲しいぐらいだった。スイッチ絡みだと低域ばかりに目がいってしまいますが、全体のバランスはどうですか？愛は聞いてみてとても良かったんですけど。波形見てて思い出したモデルが2つあったんで比べてみたよ。まず 7Hz0 ね。スイッチパターンがこの時の波形が結構似てるでしょ。ああ、ほんと似てますね。次は KZZVX ね。あら、これも似てるわね。この比較でわかるのは、スイッチ調整で低域をマックスにしても0や ZVX と同じぐらいってことね。なのでスイッチオフだとブルーのラインでわかると思うけど、低域控えめってことになる。ゲインアップしても波形パターンはほぼ同じだったので、この傾向は変わらないと思う。バランスについてはこの波形比較で把握できたんじゃないかと思うけど、どう？そうね、よーくわかったわ。D5 って開放感が心地よくて低域にあまりこだわらずカラッとした質感で、これまた KZ っぽくないチューニングの傾向じゃないですか？私もそう思ったよ。フェイスプレート側のベントホールがいい仕事してるのかなと思いつつ、空間の広さから音が密になりづらいので低位感もディテールも分かりやすくていいね。ZVX も気に入ってるけど、さらに磨きがかかった感じした。今年 ZNA、リンロン、さらに ZVX でその KZ っぽくないを体感しているけど、D5 もやっぱりその傾向でスイッチで低域をマックスにしてもそれほどドーンとくる感じではないのがちょっと意外。なのでスタンダードバージョンだとちょっと低域が足りないと感じる人がいるかもなーって思った。有線での視聴はいくつかにケーブルを試して 4.4mm のナイス HCK をバランス接続で T を BTR7 からアウトプットした時、低域が一番パワフルでその他の分離感もアップ。これで慣れちゃうと他の組み合わせがちょっと物足りなく感じるな。何でもかんでもバランス接続にすればいいってもんじゃないんだけど、これは癖になりそう。時代が、というか、ユーザーがそれを求めてるなら、我々もそれを提供しようじゃないかっていう KZ の姿勢のような気もするし、低域重視をアピールする時代は終わった、という認識の表れなのかはわからないけど、マーケティングリサーチをフィードバックしたものなんでしょうね。ミミーちゃん、ちょっとかっこいいこと言うね。D5 はチューニングスイッチが最大のアピールポイントになるんでしょうけど、視聴してみて感じたのはバランスと抜けの良さで、これが5000円以内の予算で入手できるなら買って損はないんじゃないかなって思いました。でもスイッチによる音質変化に過度の期待をすると後悔することになると思うので、そこはお気をつけを。もちろんしっかり効果はありますけどね。あと低域重視の人はスコープ外でいいんじゃないかと思います。なんか D5 は売れそうな予感ということで KZD5 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。